きな子聞いてや。KB5039-239 が6月9日に配信されて Windows PC がついに AI エージェント OS になるらしいで SNS でめちゃくちゃバズっとる。もっちちょっと落ち着いてね。それね、マイクロソフト公式の KB5039-239 ページ確認したんだけど AI エージェント機能の痕跡影も形もないんだよ。嘘やん。 SNS であんなに拡散しとったのにデマやったん。完全にデマ。でもね、本物の発表は別にちゃんとあるの。正体は2つ。 NVIDIA の RTX スパークスーパーチップとマイクロソフトファウンドリーオン Windows なんだよ。全然別物やん。なんやそのスパークなんちゃらってチップなんソフトなん頭こんがらがってきた。大丈夫。順を追って正しい全体像とデマがどこで生まれたかまで全部見せるね。今日でもやもや全部すっきりさせるから。お願いします先生。もっちもう SNS の情報のみにせえへんからちゃんと教えてや。まず本物の発表日からね。 NVIDIA の RTX スパークスーパーチップが公開されたのは2026年5月31日の GTC 台北基調講演。これが第一報なの。5月31日。じゃあ6月9日の KB アップデートとは全然関係ないんやな。完全に別の話やん。そう別の話。しかも会場はコンピューテックス2026ウィンドウ内で台北のコンピューテックスに合わせた発表の流れに乗ってるんだよ。ほな今日の動画ではまず本物の RTX スパークの正体とファウンドリーオン Windows ってやつを順番に見ていく感じ。前半でハードの RTX スパーク、後半でソフトのファウンドリーオン Windows、 最後にデマの発生源と出荷時期をまとめるね。出荷は2026年秋からなの。2026年秋。まだ先やん。ほな SNS の6、9から動くって完全に嘘やったんや。騙されかけたわ。でもね、本物の RTX スパークのスペックちょっと普通じゃないんよ。これ見たらデマがかすむレベル。まずはそこから見ていくね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよじゃあ本物の RTX スパークスーパーチップがどんなチップなのか公式情報から順番に見ていくね。発表は2026年5月31日 GTC 台北コンピューテックス2026のウィンドウ内にかぶせた NVIDIA の本気の打ち上げなんだ。中身は GPU と CPU が NVLink C2C ってチップ間接続でつながったいわゆるスーパーチップ構成なの。 GPU はブラックウェル RTX で6144クーダコア第5世代テンソルコアで FP4 精度に対応してるんだよ。 CPU 側は20コアの NVIDIA グレース CPU ARM ベースでメディアテックと共同設計してるの。あれ僕前にメディアテックが CPU 作ったって聞いた気がするんやけど違うの？そこよく混同される部分なんだ。 CPU はあくまで NVIDIA グレースでメディアテック単独設計じゃなくて共同設計なんだよ。そして圧巻なのがメモリと AI 性能。最大 128GB のユニファイドメモリと最大1ペタフロップの FP4AI 性能を謳ってるの。1ペタフロップローカルの PC で1ペタってもうあかんやろこれ。ハム何歩分やねん。僕回し車で全力疾走しても 0.0001 ペタも出えへん。スーパーカーみたいなチックやな。もっちー全力で走らなくて大丈夫だよ。ただね、1ペタフロップ FP4 はスパース正込みの理論ピーク値で実アプリの実行値とは別物なの。なるほどな。ローカル PC で1ペタフロップ FP4 が出るって結局どんな用途に効くんよ。 FP4 は特に LLM 推論に強くてラマ系の大規模モデルをローカルで動かすのに効くの。 NVLink C2C で帯域広いから CPU、GPU 間のデータコピーも軽くなるんだよ。ただね、世間で言われてるメモリ帯域 300GBps って数字、これがちょっと怪しいんよ。実はね、RTX スパークのメモリ帯域は NVIDIA の公式製品ページにもプレスリリースにも一切明記されてないんだ。
300GB/s って公式ちゃうんか？特ニュースサイトで普通に書いてあるの見たで。だから流通してる 300Gbps は一次ソースで確認できない数字なの。出所がはっきりしない推測値っていうのが現状なんだよ。じゃあなんで 300Gbps って数字が出回ってるのか。一番ありそうなのが近接製品との取り違いなんだ。 RTX スパークの隣に DGX スパークっていう別製品があるの。中身は GB10 グレースブラックウェルスーパーチップ。この DGX スパークのメモリが LPDDR5X の 128GB256 ビット、バス帯域 273GB/s ってちゃんと公式に明記されてるんだ。ああ、なんか分かってきた。スパークって名前が同じやし、両方ブラックウェルやから数字を勘違いされたってこと？そう、その線が濃いの。両方ともグレース CPU 足すブラックウェル GPU の同じシリコンファミリだから、各側もうっかり混ぜちゃいやすいんだよ。ただ大事なのは DGX スパークは Linux 開発者向けの別プラットフォームで、 RTX スパークの Windows コンシューマ機とは別物ってこと。用途も売り方も全然違うから、同じ数字を当てちゃダメなの。つまり信頼できる数字だけ抑えるなら、メモリ 128GB と FP4 1ペタフロップは公式、帯域 300Gbps は要注意ってことか。その整理で大丈夫なの。 AI ハード情報は数字が一人歩きしやすいから、出所をちゃんと確認する癖をつけると安心だよ。なるほどな。じゃあ実際いつ買えるん？どのメーカーから出るんよ？ほな、ハードの話で気になるのがいつ買えるんやんか。NVIDIA の公式プレスだと、出荷は2026年の秋からなんだよ。秋か。思ったより先やな。で、どこのメーカーから出るん？初期パートナーは ASUS、デル、HP、レノボ、マイクロソフト、MSI の6社なの。後からエイサーとギガバイトも続くって公式が明言してるんだよ。マイクロソフトも入っとるやん。サーフェスウルトラちゃうの？そこネットで間違いが多いとこなの。正式名はサーフェスラプトップウルトラなんだよ。ラプトップが抜けてただけで全然印象ちゃうやん。肝心の値段は？実は全社未公表なの。アナリスト推定で1799と2899って数字が出回ってるけど、これは MSRP じゃないの。でもさ、2026年秋までって結構先やん。それまでに他社が似たやつ出してきたらどうなるん？いい質問なの。実は同じシリコンをマイクロソフトが Surface RTX スパークデブボックスとして開発者向けに別途出すと公表してて、開発者は秋を待たずに触れる可能性があるんだよ。あとね、初期6社足す後続2社のラインナップ見るとわかるけど、これ実質 Windows PC 使用 OEM 保護全員参加なの。それくらい NVIDIA とマイクロソフトが組んだ意味は大きいんだよ。 MSRP ちゃうんかい。マイクロソフトさん早教えてや。で、ソフトの方やんか。 Windows、ローカル、AI って結局なんなん？正しい名前はマイクロソフトファウンドリーオン Windows なんだよ。これは3つの技術の総称で Windows AI、APIS、ファウンドリー、ローカル、Windows ML が中身なの。3つもあるん？特等が回し車になりそうやで。中核は Windows ML なの。2025年9月23日に GA、 つまり正式提供が始まったんだよ。中身は ONNX ランタイムっていう推論エンジンで CPU、GPU、NPU をひとまとめに抽象化してくれるの。抽象化？なんかむずいけど、要は何でもええ感じに動くってこと？そう、仕組みの肝が EP エグゼクションプロバイダーって部品なの。 AMD なら ByteSAI、 インテルなら OpenB の、 NVIDIA は TensorRT4、RTX、クアルコムは QNN を Windows ML が自動で選ぶの。 EP って何？自動選択って勝手にええ感じにしてくれるん？イメージは家電量販店の店員さん、
お客さんの PC に合わせて最適な機種を勝手に出してくれる感じなの。なるほど、ひまわりの種をばかりで測って袋詰めしてくれる店員さんみたいだな。ちなみに昔のダイレクト ML はメンテナンスモードに移行したの。新規開発は Windows ML の EP に集約されるんだよ。Windows ML は CTR の高いローカル AI 動画ジャンルの追い風にもなる、収益化的にも見逃せない基盤なの。じゃあ SNS で拡散してた KB5039-239 が6月9日配信って話、マイクロソフト一時ソースで実物を確認してみるね。マイクロソフトサポートの公式ページに載ってる KB5039-239、配信日は2024年6月15日、 OS ビルド 26100.863 の通常累積更新なの。2024年の話やんけ。僕完全に信じとったわ。なんやねんそれ。しかも公式に書かれてる AI 関連の変更はたった1個コパイロットをタスクバーにピン止めしてアプリとして振る舞うだけ。 NPU でエージェントを動かすとかローカル AI ランタイムとか全部嘘やんけ。ただのタスクバーの話やったんかい。じゃあ2026年6月9日 Windows ローカル AI って情報どこから湧いてきたのか追ってみたの。 Windows News.ai や ChatForest.com みたいな AI 生成の集約サイトが発信源。マイクロソフト一時ソースには痕跡ゼロなの。ちょい待って、 AI が書いた記事を AI がさらに引用してって僕らどうやって見分けたらええん。やり方は単純なの。キロバイト番号を見たらまずマイクロソフトサポートのサイトで検索する。これだけで配信日と中身が全部わかるの。視聴維持率の話だけど、こういうデマを一時ソースで打ち抜く瞬間が一番離脱されないの。覚えておくと得するよ。なるほどな。僕も今度から KB 番号見たらまず公式で日付チェックするわ。ほんま勉強になったで。ほな、本物の RTX スパーク NPU と AMD インテルクアルコムのコパイロット足す PC、 結局どれを選んだらええん。次で全部整理するね。まず大前提としてコパイロット足す PC を名乗るには NPU が40トップス超っていう要件があるの。現行勢は3社 AMD Ryzen AI300 シリーズが約50トップス、インテルコーレウルトラ 200V が約48トップス、スナップドラゴン X エライトが約45トップス。スパーク2種類あんの？双子のチックみたいなもんやな。ややこしいわ。そうなの。既存のコパイロット足す PC が下の階層で RTX スパークはその上のハイエンド枠、さらに DGX スパークがもう一段違う枠にあるの。同じ名前で中身別物だ。頭こうがらなってきたわ。切り分けはシンプル。 DGX スパークは20コア ARM 足す 128GB LPDDR5X 足す 273GB パーセック。 Linux で開発者研究者向け。 RTX スパークは Windows でコンシューマーがエージェント体験を使うためのプラットフォーム。同じシリコンファミリだけど別物なの。ああ、Linux で開発する人と Windows で普通に使う人で住み分けてるってことか。それなら理解できるわ。つまり今コパイロット足す PC 持ってる人は RTX スパーク待つか待たんかで迷うってことを。そうなんだよ。日常のローカル AI 用途なら今の40トップス級 NPU で十分なケースも多いの。1ペタフロップ FP4 が生きるのは 13B、70B クラスのローカル LLM やリアルタイム生成系の重い用途なんだよ。あと1点だけ釘を刺すね。エージェンティック AIOS っていう表現、トム S ハードウェアの編集枠付けなの。 NVIDIA 公式の文言は Windows ネイティブエージェンツとオープンシェルランタイムだから混同しないよう注意してほしいんだよ。全部わかった上で視聴者のあなたはどうする？待つか今買うかもう持ってるかで答え変わるよな。じゃあ今日の整理ね。本物の RTX スパークスーパーチップは2026年秋出荷待ち。ソフト基盤の Windows ML は2025年9月にもう GA 済み。そして KB5039-239 は2024年6月の通常更新。 AI 関連はコパイロットタスクバーピン止めだけ。デマに踊らされちゃダメなの。飼い主さんも AI エージェント OS 楽しみって言うてたけど、これで待って伝えた方がええかな。
僕今日の一番の学びはこれや、キロバイト番号を見たら必ずマイクロソフトサポートのサイトで日付確認するわ。これでもう騙されへん。それ大事なの。一次ソースで日付を確認する習慣だけで AI 生成のデマ記事はほとんど見抜けるようになるよ。僕今日学んだ3つのルール繰り返すで、キロバイト番号は公式で日付確認、スパーク2種類は OS で見分け、エージェンティック AIOS は記者の表現や。完璧に覚えたね。この3つだけ押さえておけば AI ニュースのデマや誇張表現にだいぶ強くなれるよ。ここで視聴者のあなたに聞きたいの。 RTX スパークの秋出荷を待つ？それとも今のコパイロット足す PC で10分？コメントで教えてほしいんだよ。僕は絶対秋まで待つたや。テタフロックのロマンには勝てへんねん。あ、それと今日の動画で一つでもへがあったらぜひ投げ銭よろしくな。ひまわりの種代になるねん。もっちー欲望だだ漏れだけど応援が一番の励みなのは本当なの。コメントと高評価すごく嬉しいよ。次回もテックを深掘りしていくよ。チャンネル登録で見逃さないでほしいんだよ。登録ボタンを押してくれたらわし大喜びや。次の動画でまた会おうな。